こんにちは、こんばんは。本日もよろしくお願いします。こんにちは、こんばんは。本日の課題は飛び込みでお話ししていきます。次回でビリヤード台でつくはお話しします。すいません。今回はビリヤードする人、皆さんが知りたかった自分の関節の向きです。向きさえ分かれば自分のスキルは必ず向上していくのです。ビリヤードで一番大事なものは球出しなのです。自分の関節がどのように振っているか、ついているか、誰もが知りたいわけです。なかなか安く手に入れる方法はないと思います。何かで作れないのかなって思っていました。初号機、1号機、2号機って作っていったわけです。これならいける。できました。3号機です。イノポン3号機と言います。ではよくわかるアナさん。アナさんにお話ししていただきます。こんにちは、こんばんは。本日の課題は、誰でも知りたい自分の関節の向きです。向きさえ分かれば、必ず自分のスキルもアップしていきます。まっすぐつけたら、絶対の自信にもつながるはずです。イノポンさんが考案した、たった118円の費用でできる、自分のストロークがわかる、ボックスライナーの作り方をお話しします。球先から23センチメートルまで、シャフトのペーパーが同じものをご使用ください。もし違っていたら、球先骨の部分をコピー紙などで同じペーパーになるよう覆ってください。そのペーパーを合わせるやり方は、後ほど動画でお話しします。もちろん、そのグッズは家庭にはどこにでもあるものなので、使った後でもお使いいただけます。なくなるまで何回でもご使用いただけます。なんか聞いたような言葉ですが、問題点は、1、人それぞれ違う骨格なのに基本となり得るのか。2、人それぞれ肘関節が自然に触れる角度に違いがある。3、まっすぐつける自分の角度がわかる。4、打者を傷つけない。5、ある程度重さがいる。6、目安になる直線がいる。7、費用もかけずにどこにでもあるもので作る。お金をかければ、いろんなグッズはできるかもしれないですが、そのお金どうすんのってなるわけです。諦めるしかないのか ?7 つの条件が当てはまるグッズはない。と思われたが、さあ、問題です。ヒント、この絵を見て直感できた人。素晴らしいです。一応、ボックスライナーからも想像できますよね。ここでポーズしてください。考えるのは、嫌な人はポーズしないで OK。はい、その通りです。答えは、ティッシュボックスです。これが、あなたの救世主になるかもしれないです。そんなはずはない。と思われたが、2022年4月。できました。最後まで話を聞けば納得します。皆さんの家にもあるティッシュボックス、紙が入っている新品の箱と、セロテープを用意します。セロテープは10センチメートルの長さで3箇所に貼ります。ティッシュボックスの横3箇所を留める長さです。レールにでも貼っといてください。ティッシュボックス、セロテープ、球を台の上に置きます。ティッシュボックスを横にして、球先を止めるのですが、ここからよく聞いてください。球尻はタンクッションに置きます。箱のセットは、球先がサイドポケットに合わせます。同点。中心よりワンタップ。下をつく。家庭にしたいので、下に単3電池を骨の少し後ろに入れます。鉛筆で線を描くために、わざと後ろに入れます。では、上下に線を描きます。1番目に貼るのは骨の部分です。ティッシュボックスに鉛筆で描いた線通りに合わせてセロテープを貼ります。球尻をタンクッションに当てます。落ちないためにです。球の先を持ち上げ、下にティッシュボックスを横にして入れます。球先骨をセロテープで留めやすいように、
テッシュボックスを斜めにして角度を合わせたいので、ボックスの下側に単3電池を入れて貼りやすい角度にします。これで骨にセロテープが留めやすくなりました。骨の部分を先にセロテープで貼ります。二重に貼っとけば良いです。できましたら、次は23センチメートルの部分です。吸紙用タンクッションに乗せます。では、鉛筆で線を上下に描きます。ティッシュボックスの右端です。では、線の通りに2箇所目をセロテープで貼ります。これで、ある程度の高さもできます。では、最後は、今、貼ったセロテープの間で補強します。セロテープは貼り気味で、そこにはみ出るくらいで OK です。ピンと貼ってもらうのがいいです。すべての3箇所は、セロテープ、二重張りがいいですね。出来上がりました。これがボックスライナーと言います。7個の関門を突破したものです。素晴らしい。ちょっと、パフォーマンス、悪いんじゃないの？かっこ悪いです。しかし、今まで知らなかったことができるのです。聞くは、一時の恥、聞かぬは一生の恥。日本では、当てはまる言葉があります。まさにそれです。かっこよくなるための、かっこ悪さと、考えればよいわけです。使い方、わかる人いますか？ここでポーズして、考えてください。どうでしたか？全く、わかんないです。わかる人は素晴らしいです。使い方についてお話しします。ボックスライナーを持って、ビリヤード台のタンクッションの左側に行き、少し後ろで、球の進行方向から見て、右足は45度くらい、開いて、いつもやっている、上半身フォームをします。今までビリヤードに携わってきた人は、自信があると思いますので、ボックスライナーを、超クッションに沿わさず、2センチメートル離した状態でストロークします。左手はまずは使わないようにしてください。左手を使うと、勝手に自分で修正してしまうので、自分の癖がわかりません。自分の癖が何かを追求しないと上にはいけないのです。自分の今までの関節の記録をします。球出しの方向を見るために、左手は使わない。レールの上にでも、ブランとしてても、構いません。ここであなたの出番です。書き留めておいてほしいことがあります。今までしてきたフォームの形を記録します。次にある9個の記録です。1左右の足の位置、角度。2左右の膝の曲げる角度。3握り方。4右手のどの部分に意識するとまっすぐつけるのか。5肘の角度、肩から何度。6バットの持つ位置。7手のどの部分で9を押さえているか。8、どちらの目、利き目で見れば正解なのか。9の侵入角度。もしかの時に役立つはずです。終わりましたら、スマホアプリで残すには便利な Google プレイのアプリで、落書きで検索しますと、画像に落書きできるソフトが無料であります。おすすめは IBIS Paint X。落書き IBIS でヒットします。画像の下絵は YouTube サイズと A4 サイズはダウンロードできるよう、ホームページで公開しております。コメント欄に URL を貼っておきますので、ダウンロードしてお使いください。ビフォーを書き留めましたら、ボックスライナーの左端を超クッションに沿わせた状態で、ストロークします。あなたの球を出す方向の肘の十字角度が、初めてわかるときです。アフターを書いておけば武器になります。こういう風にしたら、まっすぐ、自然に楽に触れる。自分の関節を知ることが初めてできたわけです。一番大事なのは、右足の開く角度です。ティッシュボックス底面もラシャについたままで、球を振りますが、左手ブリッジを置いた場合は、その左手の高さで、ボックスライナーの後ろが少し浮くことがあります。
ブリッジの位置を少し前か後ろに調整してください。一応球先よりストロークしやすい45センチメートルくらいのところで、私のブリッジの高さで合わせています。手が大きい人は45センチメートルくらいで自分の高さに合わせてください。初めてビリヤードをなさる方は、ボックスライナーを長クッションに押し当ててストロークします。なるほどこんな感じかなって、分かってくると思いますが、ストロークは前に、下にって感じになるのが重要です。決して、後ろに引かないようにストロークします。玉突きって書きますよね。違和感なく触れるってなりましたら、記録をしていくのです。私が以前言ってた 150g 下に、加圧します。どういうことってご意見がありましたので、ここでお話しします。実はテッシュボックスは、ちょうど 150g なので、私が言うストロークによく似ています。そんな感じでしています。それと当たる瞬間は、少しだけ球を締めています。球の重みを乗せるためにです。同じペーパーにする方法をお話しします。ここは、正確に作らないと、自分の肘関節の向きも、微妙に変わってくるので、しっかり作ってください。いるものは、紙、4円、コピー用紙、インクジェット紙、どちらでも OK。冊子、ノギス、110円、ダイソー100円均一で売っています。鉛筆、セロテープ、4円。ハサミ、合計で118円です。紙に、鉛筆で切り取り線を描きます。セロテープの幅は 1.5 センチメートルなので、同じように紙の端から、1.5 センチメートル幅で、下まで線を引き、ハサミで切ります。切り取った紙の先にセロテープを貼り、いつでも骨に貼れるように、セロテープ台に貼っておきました。よりいいものを作るため、ノギスで測ります。私のシャフトを例えにします。ノギスで、球先の骨の口径を測り、12.7mm です。球先より、23cm 下の部分、ティッシュボックスの長さに、鉛筆で印をします。13.17mm です。0.47mm 足らないので、同じペーパーにしたいので、切った紙を骨に貼ります。セロテープも貼ります。計算方式です。骨を一周すると約 4cm で、私は 6cm で切った紙で調整しました。紙で一周半細くした計算になるので、紙 0.09mm×3 イコール 0.27mm プラスセロテープ2周 0.05mm×4 イコール 0.2mm 全部で 0.47mm になりました。ペーパーが同じになりました。ポイント。ここで、後で取りやすくするため、最後は、セロテープを斜めに巻きます。半分折るような形です。その部分をティッシュボックスに、貼るときは、その面を使わないようにしてください。計算するのが苦手という方は、次の方法で、同じペーパーにできるやり方を、ご説明いたします。骨の部分をノギスで測ります。メモを取ります。23cm のところに物差しで測り、鉛筆で印をつけます。その印をつけた位置をノギスで測ります。その差、さっきのお話と同じです。ここからが違います。1.5 センチメートル幅に切ったペーパーの端にセロテープを貼ります。切らずに骨に紙を巻いていきます。紙は厚み 0.09mm なので、一周が 0.18mm になります。0.47mm 違いなので、だいたい3周すれば、ほぼ同じぐらいかなってとこで、ノギスで測ります。テープ幅は 0.05mm なので、0.47mm から 0.05mm 引く計算にしたいので少し大きかったので少し戻した。ところ 0.42mm で紙を切りセロテープを貼れば完成です。
最後につけるところで、斜めにすると後で取りやすいです。斜めに貼った部分はティッシュボックスに、貼るときは、その面を使わないようにしてください。本日はご視聴くださりありがとうございます。つく9の軌道とは違いますが、自分の関節のまっすぐな軸は、ある程度理解できましたか？ヒントになったのではないでしょうか。ここから、肘をある程度落ちてもまっすぐつける。練習にもお役立てください。ああ、なるほどねって思った方はいいねと、チャンネル登録、よろしくお願いします。まだまだ球を知っていただくために、いろんなテクニックやコツをお話ししていきますので、よろしくお願いします。ありがとうございました。今回は、飛び入りでお話が飛んだこと、お詫びいたします。次回では、ビリヤード台でつくをお話ししていきますので、よろしくお願いいたします。